もし町の人気者だったあの人がバラバラ殺人の犯人だったら。1985年5月、舞台は大阪市西成区。安い洋服をたくさん仕入れたよ。さあ寄っといで見ておいで。ワゴン車の前で洋服やアクセサリーを並べているその男は鎌田康則。商品を手に取る女性たちは破格の安さで売られているその品々に驚きの声を上げていました。ねえ、鎌ちゃんのとこの洋服はなんでいつもこんなに安いの？それは企業秘密だな。ここ西成の町で露天商をしていた鎌田は婦人物を多く扱っていたこともあり、地元の女性たちの間では人気者、気さくで温厚な人柄と小太りの体型の憎めないキャラクターで親しまれていたんです。そして彼には露天商以外にももう一つの顔がありました。その日の夜、客の女性と仲良さげに寄り添いながら自宅アパートへ帰宅した鎌田。そう、鎌田はその愛嬌ある人物像とは裏腹に日々女性を取っ換え引っ換えしているプレイボーイ。そして鎌田に夢中なその女性は知る由もありませんでした。これから自分がバラバラの遺体になってしまうことを。人気者の仮面の裏で凄惨な殺人を繰り返していた男はなぜ一夜を共にした女性をバラバラにしてしまうのか。短絡的動機に支配されたその男にとってその街は身を隠すには絶好の場所だったんです。おそすケンちゃんです。やみくんです大阪の人ってさ、一家に一台たこ焼き器があるっていうじゃない。あんたなんか聞くね。いや俺大阪の人じゃないんだ。あ、違った。まあでも大学生の時とかやっぱ買ってタコパとかね。あ、やってたわね。やってました。好きな具材何？メンタチーズじゃないですか。チーズキムチ？違うメンタチーズね。明太チーズか。でもみんなやってるじゃん。それなんか面白い具入れるとかなかった？なんだろうね。じゃあ今作っちゃおうか。ゴーヤマンゴー。意外と美味しい。意外といけるかもね。ちょっと誰か作ってみてください。はい。本当お願いします。ゴーヤマンゴーたこ焼き。本日皆様にご紹介するのは90年代の大阪で起こった連続バラバラ殺人事件なんです。この事件ね、当時オウム真理教事件とね被っていたこともあってそれほど注目はされなかったんですけど、ちゃんと見るとですね、日本史上でも本当に残酷なね事件の一つなんです。連続バラバラ殺人ってだけであんまり聞かないじゃない。残酷さを物語ってるし、犯人がどういうやつだったのかって分かった。それがですね、この事件の犯人は一見してね殺人犯だとは誰も疑わないような人物だったんです。町の人気者だったその男は一体何者だったんでしょうか。人気者の正体。1985年5月、舞台は大阪市西成区。今日も安い洋服が揃ってるよ、みんな寄っておいで。日本三大ドヤ街の一つとして知られ、日雇い労働者が集まるその街に商売人の威勢のいい声が響いていました。本当にカマちゃんところの洋服は信じられないほど安いわね。驚きの表情で品々を眺める女性たちを前に愛嬌のある笑みを浮かべたその男は鎌田康則。ワゴン車に大量の商品を積み込み、この街で露天商をしていました。小太りの体型にボロボロのジャンパー、いつも愛犬のマルチーズを連れている鎌田は人当たりのいい性格もあってカマちゃんの愛称で親しまれていたんです。ここ西成の愛林地区は日本のスラム街とも呼ばれ、訳あり人物が多く集う場所。例に漏れず鎌田も人には言えない事情を隠し持っていましたが、この街に彼の素性を気にする人はいません。ねえカマちゃん、今晩一杯どう？その人柄の良さから鎌田に好意を寄せる女性も少なくなく、彼が女性をお持ち帰りするのも日常茶飯事のことでした。チャラいな。この男が何？殺人犯？気さくそうで全然そんな風には見えないわよね。気さくなね振る舞いでね、街の人気者だったんで女性がただお持ち帰りされてしまっていたんですけれども、彼にねお持ち帰りされたら一巻の終わりだったんです。1985年5月14日、その日知り合ったばかりの女性と酒の席を共にした鎌田は彼女と2人でそのまま自宅アパートへ。普通ならこの後2人は甘いひとときを過ごすことになるはずですが、鎌田の場合は少し事情が違いました。女性を自宅へ連れ込んだ翌日、アパートの横にレンタカーを乗り付けた鎌田。彼は何やら重そうな段ボールをその車内へ運び込みます。さて、あとはこいつをどこに捨てに行こうか。そう口にした鎌田の目の前の段ボールには昨日一夜を共にした女性のバラバラ遺体が入っていました。そう、鎌田の正体は女性を自宅へ誘い込んでは殺害してしまう連続殺人犯。1985年に亡くなったその女性は彼の最初の被害者でした。この後鎌田は兵庫県神戸市まで車を走らせ、雑木林に彼女の遺体を遺棄。遺体は2週間後に発見されますが、当時として鎌田に捜査が及ぶことはありませんでした。女性が一人急にいなくなってしまえば周囲の人間が鎌田を怪しんでもおかしくはありませんが、その町は訳ありの人物が集う西成。殺されたのは家出して商売をしていた
いた女性で、懇意になった鎌田ですら名前さえ知りませんでした。いつ行方をくらましてもおかしくない素性の彼女がいなくなっても心配する人はごくわずかだったんです。仲良くなった女性をその日のうちに殺してバラバラにするってどういう思考回路になっちゃってんの？どういうこと？鎌田はね、一見して温厚そうな見た目からはね、想像もできないほど、残虐非道なね、性格の持ち主だったんです。この鎌田が自宅へ連れ込んだ女性を殺す理由を辿っていくにはですね、彼の過去に遡る必要があるんです。短絡的な男。鎌田が西成の町へやってきたのは1970年。彼がまだ30歳を迎えたばかりの頃。愛媛県出身の鎌田はそれまで家業の割り箸の卸問屋を手伝っていましたが、妻との死別をきっかけに2人の子供を連れて西成へ移り住んだんです。そして鎌田は西成へ来てすぐに水商売をしていた女性と再婚。彼は若い頃から女性には恵まれていたんです。しかしその女性との結婚生活はわずか数ヶ月で終わりを迎えるんです。離婚の原因は鎌田の DV。父ちゃんやめて、お母さんが死んじゃう。うるせえ。実は鎌田は外っ面こそ温厚なものの、家族の前では短気で暴力的。妻の首を絞めるなどの DV を繰り返しては子供たちが止めに入る生活を送っていました。何？こっちが鎌田の本性なわけ？全然なんかさ、外見の気のいい気さくな男とは全然違う DV 男じゃん。実はね、一般的に DV を働くような男っていうのは、外っ面だけをね、よく見せようとする傾向が強いんです。何を信じればいいのよ、もう。というわけで本日のメトラーキーワード、DV 加害者の二面性について。 DV 加害者には家族以外の周囲からは評判がいいケースが多く見られるんです。これは DV の事実を周囲に知られると不利なことを本人が分かっているため。 DV 加害者は親戚や知人などに愛想を振りまいて味方を作ることで、被害者が周囲に相談してもそんなわけないと相手にされない状況を作っているんです。また激しい DV を繰り返していたかと思えば、突如として優しくなるのも DV 加害者の特徴。被害者は優しい時もあるからという印象を植え付けられ、いくら暴力を振るわれても離れられない悪循環に陥ってしまいます。このように DV 加害者は性格の裏表を様々に使い分け、問題が外に漏れないよう巧みに振る舞っているんです。結局鎌田は度重なる DV や浮気を原因に再婚した妻と早々に離婚。子供たちは妻に引き取られることになり、独り身となった鎌田はそこから女性向けの洋服やアクセサリーを売る露天商の仕事を始めるんです。ところでメトラーの皆さんは鎌田の店を訪れた女性客たちが商品の安さに驚いていたことを覚えているでしょうか。それもそのはず、鎌田が女性たちに売っていた商品は全て盗品だったから。もう売り物全部盗んだやつの露天商ってとんでもないやつがいたわね。仕入れコストはねゼロでしたから、鎌田はですね、もうかなり羽振りは良かったんですよ。外っ面がすこぶるよく、日々暴力的な本性をカムフラージュしている鎌田はとにかく嘘が得意。その性格は愛媛にいた頃からのもので、彼は旅館に割り箸を下ろしていた問屋だったにもかかわらず、周囲には次のように言って回っていました。俺は有名旅館の跡取りだからな。鎌田はその口八丁手八丁で盗品を売りつけ、女性を好き放題にお持ち帰りする天性の詐欺師とも呼べる男。そしてその外っ面の良さに騙された女性たちは彼の自宅に誘い出された後で本性を目の当たりにするんです。1985年6月16日、鎌田は一人の少女を連れ自宅アパートへ帰宅した。おじさんお金持ちなんだね、お寿司超美味しかった。嬉しそうに話すその少女はまだ19歳の A さん。45歳の鎌田とは明らかに不釣り合いだった。鎌田は通天閣の近辺で遊び歩いていた A さんに寿司をおごる約束で彼女を連れ出したのだ。そして鎌田の目的は最初から決まっていた。こんなに若い娘を抱くのはいつぶりかな。金さえ払えばちょろいもんだ。そう考えを巡らせながら北総園だ鎌田は財布から1万円札を取り出すと、それを A さんに差し出した。ほらこれが欲しいんだろ。得意げにそう口にした鎌田。しかし A さんからは意外な言葉が返ってきた。こんなに若い子に手出しといてたったの1万円少ないよ。その言葉を口にしたことが A さんにとって運の尽きだった。調子に乗りやがって。それまでの態度を一変させると A さんに馬乗りになった鎌田。彼はそのまま A さんの首元を思い切り締め上げた。その後、鎌田はアパートの部屋でビニールシートを広げ、以前水商売の女性をバラバラにした時と同じようにノコギリと包丁を用いて A さんを解体。段ボールにバラバラにした遺体を詰め込むと、奈良県まで車を走らせ人気のない農道に遺棄してしまうんです。 A さんがそうだったように、鎌田が連れ込んだ女性を殺害してしまうのは決まって自分の思い通りにことが運ばなかった時。関係を持とうとして金銭を要求され逆上することもあれば、水商売の女性に店のツケの支払いを要求され犯行に及ぶことも。また小学生の少女を自宅に連れ込ん
込んだ際には泣き叫ぶその子を黙らせるために殺害したこともありました。とにかく短気だった鎌田は一度怒り出すと歯止めが効かず、1985年から1994年までの9年で自宅に連れ込んだ女性を5人も殺害。遺体はいずれもバラバラにされ山中に遺棄されていました。なんかさ、人間良さそうな人だからっつってちょっとでも失礼なことしたらカチンときてバラバラにしちゃうわけでしょ。怖すぎるわよ、ちょっと。そうなんです。そんなね、短絡的な理由でね、犯行を繰り返していた鎌田なんですけど、9年もの間ね、警察はね、鎌田の尻尾すらつかめなかったんです。しかし、ある事件をきっかけに、ついに逮捕の時を迎えるんです。調子に乗りすぎた殺人犯。1995年4月10日、警察はこの日、鎌田を逮捕。ただしこの時の鎌田の容疑は窃盗。この2ヶ月前、彼がスラックス78本入りの段ボールを用品店から盗み出したためでした。そしておそらく警察はこの逮捕において、鎌田が殺人犯であるとほぼ確信していたんです。鎌田に嫌疑がかけられたのは1985年6月に19歳の A さんを殺害した事件をめぐって、訳ありの女性を殺害した時とは違い、警察は当時からこの事件の捜査にかなりの力を入れていました。詳細は明かされてはいませんが、警察は鎌田が犯人であると目星をつけた上で窃盗の逮捕で取り調べを進め、同時に殺人も認めさせようとしていたと考えられるんです。警察が鎌田を疑った理由は A さんが最後に目撃された寿司屋が彼の行きつけの店だったため、さらに鎌田の自宅から A さんの遺体が遺棄されていた奈良県の山中までの距離は犯行当時彼が借りていたレンタカーの走行距離とぴったり一致していました。極めつけの証拠として取り調べの席で警察が取り出したのは1枚の手紙。その内容はこうでした。捕まえられるものなら捕まえてみろ。怪人22面相。それは犯行当時鎌田がグリコ森永事件の犯人怪人21面相を真似て警察に当てた挑戦状。加えてその手紙には被害者をどのように解体したかなど犯人しか知り得ない情報が書き連ねられていました。そして何よりこの手紙には犯人の指紋が付着していたんです。短絡的な理由で殺人を犯してただけじゃなくって、警察を遊び半分でからかうようなことも許せない腹立つ男ね、こいつ。全てにおいて突発的というか、彼の浅はかさというのがにじみ出ちゃってるんですよね。この手紙の指紋が決定的な証拠となり、鎌田は言い逃れできない状況に追い込まれていくんです。警察が指紋を照らし合わせると案の定犯行当時の手紙と鎌田の指紋は完全に一致。その後の厳しい追及により鎌田は残り4人の犯行も全て自供。こうして計5件の連続殺人事件の犯人であることが明らかになったんです。ただ警察の取り調べでは犯行を全て認めた鎌田ですが、実は裁判においてはまた主張を一変。殺したのは別人で私は遺体の遺棄を手伝っただけ。自白は警察に強要されたものです。車の走行距離や警察に送られた手紙の指紋など、彼は証拠が殺人に直接結びつくものではないことを利用し、あろうことが無罪を主張しようとしたんです。口八丁手八丁で女性たちを欺いてきた鎌田は裁判においても自身の出任せが通用するとでも思っていたのでしょうか。しかし結論から言って言い逃れをしようとするには鎌田はあまりにも多くの証拠を残しすぎていました。1987年鎌田は塾から帰宅途中の9歳の少女を自宅に連れ込み殺害。遺体を遺棄した後、なんと誘拐を装い少女が通っていた小学校に5回も身代金要求の電話をしていたんです。検察がこの時の電話の音声を鑑定にかけたところ、鎌田の声紋と一致。その鑑定結果が証拠となり、結局無罪の主張は認められなかったんです。2005年7月8日、鎌田は度重なる控訴の末死刑の判決に。そして迎えた2016年3月25日、大阪拘置所で死刑が執行され、75歳でその生涯を閉じることになりました。何度となく殺人を繰り返した鎌田が9年も野放しになっていたのは、ほとんどのケースで素性のはっきりしない行きずりの女性がターゲットにされていたため、訳ありの人物が集う西成という土地柄が彼の隠れ蓑になっていた側面もあるでしょう。現在の西成の町はまた状況が異なるかもしれません。ただ鎌田のような凶悪犯罪者が我が物顔で町の人気者になっていたことは紛れもない事実。彼にとってはどこよりも居心地のいい場所だったその町の事情に、日本のスラム街と呼ばれるゆえんを感じさせられます。